だよ。白とものだ。突然ですが皆さん、白くておしゃれでピラーレスで机に無理なく置けるパソコンは好きですか？何だろう小説のタイトル。違うよ。最近では定番になったピラーレス PC ですが、おしゃれな反面ちょっとネックなところがありまして、それが大きさ。普通のミドルタワーのピラーレスだと高さが50センチを超えるものが多くて、机に置くにはちょっと邪魔なんだよね。モニターより高いと存在感あるよな。そういうのもあって最近ではデュアルチャンバーのピラーレスも人気。このタイプなら電源ユニットを横に移動できるから高さを抑えられる。ただその分横幅が増えるんだよな。横に狭いデスクだとこれも使いにくい。もちろん最近では高さも幅も抑えたコンパクトなモデルもありますが、その場合どうしても 360mm のラジエーターを搭載するのが難しかったり、グラボのサイズに制限が出たりハイエンド PC を作るのが難しくなる。うわ急に騒ぐな。ハイエンドなおしゃれケースを机に置きてえよ。強欲だな。ということでこういうケースを持ってきました。コルセア 2800X。今年の7月30日に発売の新作ケースだよ。すでに Amazon では予約受付中。今回は白モデルをコルセアさんから提供いただいています。見た感じ普通のピラーレスケースだが、ふふふ。舐めちゃいけねえべあれ。まずスペックがこんな感じで、CPU は水冷が 360mm ラジエーターが搭載可能で、グラボも長さ 410mm まで対応。ファンレイアウトもこんな感じで、最大10機のファンが搭載できるハイエンド仕様になってて、Ryzen 9や RTX5090 もいけると。そして極めつけがサイズ。ATX より一段小さいマイクロ ATX マザーを採用することで、高さは50センチ以下とデュアルチャンバー並み。それでいて幅も20センチ前半とスリムに、試しに 1.5 リットルコーラと並べてみたよ。さすがに超コンパクトって感じではないが、机に無理なく置けるって感じだな。ちょうどいいでしょ？価格も結構頑張ってて、サイドにコルセアのリバースファン RS120R、ARGB を3機搭載。それでいて価格は発売時点で 13,980 円。ファンがだいたい今だと 4,000 円くらいだから、だいたいジャスト1万円くらいか。高すぎず安すぎないちょうどいいラインでしょ？ということで早速このコルセア 2800X を使って机に置けるおしゃれな AMD なゲーミングマシンを作ろうというわけです。ということでマザーはこれ、ギガバイト B850M オーラスステルスワイス。最近発売したマイクロ ATX 規格の B850 マザーだね。背面にコネクタがついてる裏配線規格。プロジェクトステルス設計のマザーで、今回の 2800X は各社裏コネクタ規格に対応してるから採用したよ。ガッチェー。やっぱコネクタ類が裏側にあるとすっきり見えるな。ね、よきよき。とそういえば新品だから背面にフィルム貼ってあるじゃん。ペリペリいいね。そして表面も見てみると、電源回路にもがっちりとしたヒートシンクがついてるし、M.2 の最大3機搭載可能。背面には USB が10ポート、Wi-Fi 7や 5G ランにもしっかり対応と、最新マザーらしい仕様になってるね。ということで取り付けていこう。CPU は Ryzen 7 9800X3D。ここは定番。そしてメモリはコルセアのベンジェンス RGB、DDR5 のホワイトモデル。16ギガ2枚組の32ギガだね。追加で装飾用のダミーメモリも差し込んでスロットを埋めるよ。ちなみに今だと期間限定でコルセアメモリを買うと抽選で景品が当たるキャンペーンを実施中だから、この機会にぜひメモリ買ってみて。購入者限定で抽選50名だから結構当たる確率高そう。そして SSD はウエスタンデジタルの SN71001TB。ここら辺も定番だね。一番上のスロットに差し込んで、マザーのセットアップは終わり。次にケースを分解。コルセアらしくツールレスでガシガシ分解できて神。ということでマザーを取り、いつもの、ふへへ。そしたら次にケースのケーブルを配線。2800X はこんな感じに USB-C ケーブル、USB 3.0 ケーブル、オーディオケーブル、フロントパネルケーブルの構成。シンプルだな。配線していくよ。裏配線マザーだとここら辺が楽だね。素晴らしい。そしてファンの配線も今のうちにやっちゃう。サイドのリバースファンだな。この3つはデイジーチェーンであらかじめ繋がってるから最低限の配線で済むのいいね。そしたら次に電源。電源はコルセアの RM1000E の2025年版ホワイトモデル。これも定番だね。ケーブルがかっこいい。裏配線だから見えないけどな。今回はグラボのケーブルだけ見えるから。ということで取り付け。ケーブルを取り付けのケースにイン。ケースに電源のネジがくっついてるの便利だな。こういう細かな気配りがコルセアらしい。そしたらケーブルもつけて。よし。ケーブル裏配線スペース入るかこれ。いやーかなりギリギリだね。多分今回の RM1000E なら大丈夫だろうけど、古い電源とかだとケーブル硬いから注意した方が良さげ。ということで電源も取り付けた姿がこんな感じ。うわ、もうこの時点で。ガッチェー。やはりケーブルがないとスッキリするな。だね。まるでマザーとケースが一つの製品みたいな一体感。
たまらんらん。もんじゃのレモンサワー、刺身に日本酒くらい最高の組み合わせじゃないですか。例えが酒かす。へへ。そしたら次に水冷を取り付ける。水冷はノーチラス 360、RS、ARGB ホワイト。コルセアの定番水冷だね。今回の 2800X と同じ RS シリーズのファンを採用してて、組み合わせるのベスト。ちなみにこっちの水冷もメモリと同じく、購入キャンペーンが期間限定で実施中だから、買ったらぜひ参加してね。こっちもファン取り付けて。配線。ラジエーターを取り付け。ファンのケーブルをマザーに接続。よし。そしたら水冷ヘッドを取り付け、金具をインテル用から AMD 用に入れ替えて、マザーの取り付け爪を外す。スタンドオフネジを取り付けたら、グリスは最初からクーラーについてるのにグリスグリグリは本日休業です。そんな。だけど大丈夫。ヘッドグリグリは営業中。ヘッドグリグリ。あとはネジを閉めたらヘッドも取り付け終わり。そしたらこういうのもつけます。ノーチラス水冷専用の LCD パネルモジュール。元あるやつを外して。ガッチャンコ。これで PC に映像を流すわけか。イエス。ということでヘッドの取り付けも終わったら最後に配線をして。液晶ユニット用の USB も取り付け。これで水冷ユニットの取り付けも終わりだよ。あ、そういえば背面にもファンをつけるの忘れてたね。追加で RS ファンを1つつけるよ。2800X、ノーチラス 360、RS120 ファン。この3つを組み合わせるだけでファンが統一されたおしゃれなパソコンができるから、ぜひ真似してみて。ということでファンも取り付け終わったら最後はグラボ。グラボはサファイアのピュア、RX9070XT、ホワイト、RX9070XT 搭載のラデオンカードだね。お、新品じゃないですか。ペリペリー。たまらんらん。そしてやっぱ何度見ても、ガッチェー。やっぱこのピュアのシンプルだけど適度にゴツゴツした武骨な感じ。いやー、いいね。ヒートシンクも美しい。あ、そういえば、それはさっきのギガバイトマザーの袋か。ふんふん。ふんふん。なるほど。ギガバイトの方は柔らかい上品な香りですね。サファイアは甘みと酸味が強い感じ。今の夏らしさを感じるならサファイアの方が。なんてこと言うのシロちゃん。ということでブラケットを外して。ラッチ解除。グラボガッチャンコして。ケーブルを挿す。最後にケース付属のサポートステーでグラボを支えてやれば、グラボの取り付けも終わり。このサポートステー便利だよな。ねえ、ハイエンドを想定してるだけあってこういうところも抜かりない。ということで最後にパネルを取り付けたら、完成だよ。うひゃー。ガッチェー。どうでしょうこのサイズ感。ちょうどいい感じじゃないですか。まあマイクロにしてはちょっと気持ち大きいが、360mm 水冷や3連グラボが入ってると思えば悪くないか。むふふ。そして水冷の液晶にはシロちゃんが、これは以前からうちのチャンネルのオフィシャルストアで販売してる水冷アニメーションだね。300円で買えるからぜひ真似してみて。そして他のライティングはこんな感じで、マザーとファン、グラボーギガバイトのコントロールセンター、メモリと液晶ユニットをコルセアの iQ で制御、オンボードメモリ書き込みだから最悪 iQ をアンインストールしても OK。ギガのソフトだけで完結するのか。素晴らしいな。でしょ。グラボの方もこんな感じに付属の ARGB ケーブルで接続してあげれば、マザー側のライティングソフトで制御できるの。カラーコード一覧がこんな感じ。白色はメーカーごとに若干色味が違うから、目視でいい感じに調整してるよ。そして重量の方が約 14kg。15kg 切ったか。この構成にしては軽いね。よきよき。端子類はこんな感じに天面についてて、電源ボタンとオーディオジャック。USB-C と USB-A が一つずつ。シンプルだな。USB の数が若干物足りなくなる人はいそう。そしてフィルター掃除はこんな感じに、トップとボトム。そしてサイドの3箇所。サイドにもついてるのか。ここにフィルターをつけないピラーレスも何気に多いから助かるな。フィルター自体も取り外しやすいし、実用性がなかなか素晴らしいね。そして最後に構成表がこんな感じ。40万。結構いくな。
金、液晶ユニットやダミーメモリを抜いたり、CPU を 7800X3D あたりにすればさらに抑えられるかな。だけどそこまでお金をかけたからこその見た目の良さ、ぜひ真似してくれたら嬉しいね。そして温度がこんな感じで、ゲーム中で CPU、グラボともに60度台にすらいかないレベル、余裕だな。その一方で限界まで負荷をかける OCCT だと、さすがに CPU 温度が95度と上限まで張り付くけど、クロックは 5GHz まで回ってて実用的には全く問題なし。シネベンチ R23 でも CPU スコアが22000点、ゲーム性能を計測する 3D マークのスティールの窓でも7000点台と、CPU グラボともに性能はしっかり出せているよ。そしてその時の騒音がこんな感じ。ファン調整が詰まってないのもあるけど、最大負荷になると CPU のラジエーターファンの音が大きいね。CPU エンコードとかメインでやる人は、もっとファン設定を調整したり電力制限をかけた方がいいかもな。最後に消費電力がこんな感じ。最大負荷で 600W いかないくらいかな。750W か 850W あたりの電源で十分足りると思うよ。ということでコルセア 2800X。そしてそれを使った PC の紹介だったよ。どうだったかな？最初はまたピラーレスかと若干諦めていたが、いい意味で裏切られたな。マイクロ ATX を採用することで ATX ピラーレスレベルの拡張性を机に置きやすいサイズに実現。コルセアらしい組み立てやすさはもちろん、グラボサポートも搭載。フィルターもしっかりついてて取り回しもいい。そしてそれがファン付きで1万円前半。なかなかレベルの高いケースだよね。注意点があるとすれば、裏配線マザーを使った時電源ケーブルの硬さに気をつける必要があるくらいかな。それ以外は特に目立った欠点のないコルセアらしいいいケースだと思ったよ。そして初めにも言った通り、このケース、コルセア 2800X は現在絶賛予約受付中。概要欄にリンクも貼ってあるから、ぜひ気になったら買ってみて。ということで今回の動画は以上。何かこのマシンで質問とかあれば、ぜひコメントや X の DM へ。質問箱もやってるからよろしくな。この動画が面白かったらぜひチャンネル登録や高評価、いいねしてくれると嬉しい。それとこの動画を見て PC 組んだりパーツ買ったよって人は、X でハッシュタグ、購入したものだよってつけてポストしてくれたら嬉しい。それじゃあ次回の動画もよろしく。バイバイ。